はい、久保です。今日は PyCaret を用いた機械学習について、簡単に説明をしたいと思います。で、PyCaret って何っていうと、最近出てきた、非常に短いコードで、機械学習ができるパッケージ、Python のパッケージ。で、流行りの AutoML ってやつです。で、当然オープンソースで、Scikit-learn とか他のいろんな、マシンラーニングのパッケージを合わせて使いやすくしたラッパーです。で今日はその中で、回帰、リグレッションと、分類、クラシファイケーションと、クラスタリングだけ、簡単に説明したいと思います。でまずは、回帰です。で使うのは、広告のデータです。で、まずパンダスモジュールを、パッケージを持ってきて、データフレームを作ります。名前は DF にしましょう。でこのデータは、3つの列、テレビ、ラジオ、ニュースペーパーというのを、特徴ベクトルとして、このセールスをターゲットとした、データです。これを当てるんですね。で、PyCaret の手順ですけど、セットアップで前処理。で、コンペアモデルスで複数のモデルのを同時に、比較すると。でもしくは、クリエイトモデルというのを使ってモデルを作ってもいいです。一個一個ね。で、プレディクトモデルで予測をする。その後で、可視化をしたりして、性能評価を、解釈をするという順番です。で、やってみましょう。で、pycaret.regression から、インポートアスタリスクで全部インポートしています。そうすると、このセットアップという関数。でこの場合、リグレッションという、ところからインポートしているので、リグレッション用の前処理が動きます。で引数は今のデータフレームとターゲットの列の名前と乱数の種、セッション ID っていうので入れます。回すと、これ一旦止まってるんですね。でこれ何かっていうと、テレビは数値、ラジオも数値、ニュースペーパーも数値。で、セールスはラベルです。これをターゲットにします。で、これでいいですかって聞いてきます。で、いい場合は、エンターキーを押してください。でそうじゃない場合はクイットしてください。これ、リターンを押すと前処理を今してくれました。ターゲットはセールス。乱数の初期値は123とか。で、データのサイズは200の4。で、勝手にトレインとテストに分けてくれたりとか、いろんな前処理をやってくれます。ほぼ自動で、いろいろ変えたいときは引数で自分でも変えられます。で、次に、複数のその回帰モデルをいっぺんに回して比較をしましょう。で、コンペアモデルスという関数を使います。で、引数、この場合は分割数5としています。いわゆる交差検証、クロスバリデーションするときに何分割するのかというのを自分で指定できます。で、返り値は、普通の場合はベストモデルといって一番良かったモデルを返していきます。やってみましょう。順番にいろんな、モデルですね、が実行されて、いい順に並んでます。いい順も自分で指定できるんですけど、ここでは R スクエア、決定係数の順で並んでいます。で、これプラスのものから決定係数負のものまでずらーっと並んでます。で、まずこの、回帰モデルの種類について説明しましょう。一番良かったのは、エクストラトリーリグレッサーといって、割とモダンな決定機ベースのアンサンブル法です。で、勾配ブースティング法が次ですね。これはだから、アンサンブルするときに、いわゆるブースティングというテクニックを使うわけです。で、その変形で生息化を入れた、非常に流行っている XG ブーストが3番目になっています。で、次が、ランダムフォレストですね。これも非常に古典的でいいやつで、ランダムサンプリングを、いわゆるブートストラップによって、行って、で、たくさん決定機を作って、そのアンサンブル、多数決で決めるという古典手法が4番目。で、キャットブーストというのは、ちょっとカテゴリー変数に工夫をしたモダンな勾配ブースティング法の変形で、ロシアの会社が作ってますね。ヤンデックスが作ってるはずです。でアダブーストは適用型の勾配ブースティング。で、決定機。この辺古典手法。で、ライトグラジエントブースティング。ライト GBM というのはマイクロソフトが作った
コバイブースティングの変形です。これもよく使われます。あとは古典的な経近傍法とかラスト、エラスティックネットとか、あとは貪欲解放みたいなものがあります。どんどん悪くなってくる。で、この19のやつを全部比較して、いろいろな評価尺度で比較をしてくれてます。で、この評価尺度について次に説明します。で、回帰モデルの評価尺度、いろいろあるんですけど、データの添え字を i として、予測値を、yi ハットとします。で、実際の正解、目標値を yi としたときに、その絶対値の平均を取るのが平均絶対誤差です。で、事情して平均したのがミーンスクエアドエアー。そのルートを取ったのがルートミーンスクエアドエアー。で、RMSE ですね。で、決定係数は平均値。y バーは平均です。平均を分母に持ってって、それとどのぐらい違うのというのを1から引き算した値。よく使われる R スクエアというやつ。決定係数というやつです。で、さっきも負のものがあったんですけど、これ、R のスクエアっていうと事情してるから0以上って勘違いしてる人多いんですけど、負にもなります。平均より悪かったりすると、平均で予測してより悪いと負になります。で、ルートミンスクエアドロガリズミックエアですね。RMSLE と、L がついてるやつ。これは対数を取ったやつですね。ばらつきが大きい、数値にばらつきが大きいときは、数値の大きい方に引っ張られるので、予測値と正解ともにログを取ってから、1加えてから、普通の平均事情誤差の平方根を取る。で、パーセントにして、この、ターゲットにして割り算してパーセントにするっていうのも一応ありますけど、ターゲットこれ0になったりすると使えないんで、こういうのも一応入ってます。で、これが全部並んでました。これと計算時間が並んでました。その一番いいやつが、ベストモデルで返されてます。で、この場合見てみると、エクストラトリーリグレッサーでこういうパラメータでやった場合が一番良かったと。でもちろんこのパラメータ後でチューニングもできるんですけど、今ではデフォルトのままでやってます。で、結果をまたその、この表ですね。この結果の表というのは保存もできます。保存する方法は、これプルってそうですね。プルって関数やると、データフレームにあってデータフレームを保存すると、保存ができます。で、今使ったベストモデルっていうのを使って予測もできます。で、予測をするとですね、R スクエアは 0.98。非常にいいと。他の尺度もまあまあいいと。で、結果はこんな感じですと。これがラベルで、これが正ですと。これが、誤差がこんな感じ。ということです。で、次に可視化の手順です。で、可視化は基本的にはこのプロットモデルを使います。で、この、プロットモデルの引数で、プロットという引数があって、そこにいろいろ入れると、いろんな図が出てきます。ですね。で、規定値は残差プロットで、普通にやるとこんなの出てくるっていう話です。で、さらに、インタープリットモデル。これ解釈のための、関数で、たくさんないんですけど、いわゆる、シャープレイバリューを元にして、シャープという、解釈法が、モデルによらずに使えるというのが最近開発されているので、それを使って可視化をしてくれています。ざっと見ていきましょう。で、これが残差プロットですね。普通の誤差のプロット。で、これがエラープロットですね。で、実際の y と y ハットをプロットして、どのぐらいずれてるか。これがクックプロットというので、いわゆるその誤差を、この、外れ値を見たいときに使います。フィーチャー、これはあれですね、特徴と重要度、をプロットしたものがこれです。で、テレビが一番重要で、次がラジオで、新聞は大して聞いてないというのがわかると思います。これは学習曲線ですね。訓練していくと、どのぐらいこっちがクロスバリデーションスコア、交差検証のスコア、これトレーニングスコアで上がっていくかというのと、こっちは、プロットモデルで VC というのは、バリデーションカーブ、すなわち検証データに対する学習曲線が見て取れます。で、これは、特
特徴ベクトルで、これ、色によってこれターゲットを分けて、特徴ベクトルを2次元にtsni という方法があって、tsni で2次元に落としてあげて、元3次元だったのを2次元に落としただけです。で、この各特徴があると色がどう変わるかというのが、色っていうのはそのターゲットの値がどう影響しているかというのを可視化しています。で、これがベストモデルのパラメータを表にするときは、プロットパラメータ。で、プロットトゥリーってもあって、トゥリーを書いてくれます。で、今のトゥリーはかなり複雑なトゥリーなので、書くと大変なことになるので、書ききれないので、時間がかかってしまうので、今仮に、その、クリエイトモデルという関数で、dt というのはデシジョントゥリーです。普通の決定機。で、この決定機作るときのパラメータはここで指定します。この場合、深さ3、マックスデプスを3にして、で、それを、プロットモデルで可視化しています。で、そうすると、実際に今これで解いてくれて、こんなトゥリーができます。で、テレビが108以下と、次またテレビ、次ラジオで分けていって、深さ3ですから。で、これで分けてあげると、それぞれの、この葉っぱのところですね。決定機の葉っぱのところはみんな同じ値になる。で、こういうので、分けていった後にこの値で予測すると、そこそこ当たると。これが決定機です。このぐらいあったら一応可視化はできます。はい。で、モデルの解釈です。で、インタープレットモデルっていう関数を使います。で、シャープ値、シャープレイバリューという、ゲーム理論の、をちょっと使って、実際これシャープレイバリューをちゃんと計算するのは大変なんですけど、ちゃんと高速に計算できるようなロジックを使ってあげると、可視化ができます。で、3通りあって、規定値はサマリーです。何もつけないでやって、ベストモデルを入れて、インタープレットモデル関数を呼ぶと、こんなのが出てくる。で、これはそれぞれのデータのシャープレイバリューです。で、大きい方がそのプラスの影響があると。で、テレビはプラスの影響がこの辺がたくさんあると。で、ラジオはこの辺。マイナスの時はこうなると。だからテレビが一番効いてるなってわかる。で、実際の、特徴の値がこう高い低いというのはこの色で書かれていると。さっきの特徴ベクトルと、特徴重要度と似たようなものです。で、それを相関を見るときはプロットコリレーションってやると、テレビとシャープレイバリューの相関が見て取れて、ラジオは色で書かれています。で、ここが、そのシャープレイバリュー、シャープ値の、わかりやすさの、一番よく使われるのが、それぞれのデータごと、これをオブザーベーションと言います。10番目のデータというのは、ターゲット、予測値が 11.31 でした。なんでっていうのを出すのが、プロットリーズンです。で、ベースバリューっていうのは全部の平均です。だから、テレビもラジオもそういうデータがなければ 14.02 なんですが、ラジオが 20.3 っていうのは多分普通よりも少ない広告量なので、このぐらい下がる。テレビは 75.3 これも少ないんで、このぐらい下がる。で、この値は 11.31 になった理由は、解釈は、こういう理由ですっていうのが一応、見て取れるのがこのシャープ値です。で、練習問題がいくつかあるので、似た手順で全部できるので、練習やってみてください。次に、ダイヤモンドの価格の予測をしてみましょう。で、これはいわゆるカテゴリー変数がある場合です。で、通常のそのサイキットランとか使ってやると、自分でいろいろやんなくちゃいけないんですけど、パイカラットだと、ほぼ自動処理なので、全く手順は同じです。で、データはこんな風になっていて、カラーとかクラリティとかサーティファイケーションが文字列になっています。したがってこれを数値化しなくちゃいけないんですけど、セットアップで前処理をすると、カラットはニューメリック。で、カラーとか、この辺の列は、カテゴリカルってなってます。で、カテゴリー変数なので、いいように変換してくださいねってやると、やってくれます。で、ということで、列の数が増えてるんですね。で、トレインセットとテストセットに分けて、列は適当に増やしてくれてます。で、今デフォルト値なので、フォールドナンバー10になっていたり、他にもいろんなことをやってくれて、で、これで、準備ができました。で、コンペアモデルスをしてみましょう。で、
この場合フォールド、分割数後の交差検証をして、線形回帰をしたり、ラッソをやったり、順番にいろんな解放をやってくれてます。で、先ほどと同じように評価値順に並んでいます。で、今、キャットブーストっていうのをやってるんですけど、これはそこそこ時間かかっちゃうんですね。他に比べてちょっと遅い解放です。出ました。遅い割に今回は良かったみたいですね。一番いいのはこのキャットブースト。で、R スクエアが一番良くて、他のやつも一番いいですね。で、この辺の尺度になると、こっちがちょっといいよというのが、見て取れます。結果自動的に出てくるので、自分の好きな順に並べて、いいものを選んでください。で、返り値のベストモデルを、特徴重要性見てみると、やっぱりカラットが一番大事で、あと色とか、そこそここういうのが大事だよっていうのが見て取れます。で、これについても練習問題が準備されているので、やってみてください。次に分類の説明に入りたいと思います。で、ここで使う例題はスパムの判定です。迷惑メールかどうかを判定すると。で、データを持ってきます。ターゲット列は isSpam という列で、1の時にスパムでなくて0の時にスパムになってます。で、今度は PyCarat のクラシファイケーションから全部をインポートします。で、データはスパムで、ターゲットがこの isSpam です。で、セッション ID を指定して、はい。で、この場合、すべてのデータが数値化されているので、これで OK というので、リターンを押すと、前処理をしてくれます。はい。いろんな前処理をしてくれて、返ってきました。で、例によって Create Models で、いろんな手法で、いいものを選びましょう。で、この場合、ちょっと、Cat Boost というのは、そこそこいいんですけど、ちょっと、GPU ついてないと遅いので、それを除外しています。Exclude でリストで除外したいモデルの、この略称ですね。文字列を与えると、それを除外して、訓練をして評価をしてくれます。で、ロジスティックリグレッション。これ名前とは裏腹に分類の手法です。他にも代表的な分類の手法をやってくれています。で、少し解説しておくと、エクストラトリー、これクラシファイの間違いですね。アンサンブルする決定機の、分類手法です。これも分類モデルの間違いですね。すいません。で、グラジェントブースト、クラシファイアの方ですね。で、XG ブーストも同じようにある。ランダムフォレストもあると。みんなそのリグレッサーとクラシファイアっていうのは、手法的にはそんなに変わらないですね。で、アダブーストとかデシジョントリーとか。で、普通の回帰になかったのは、このロジスティック回帰とかいうのが、ちょっとこちらの独自の手法。あと、サポートベクターマシンなんていうのも一応入っています。結果はあんまり良くないんですけど、あと、判別分析というのがあります。各クラスで、平均何がし、標準偏差何がしの正規分布をしていると仮定して、そして、すべてのクラスが同じ正規分布の場合は、その決定の境界が線形になる。直線になるので、そういうのを、線形判別分析。で、すべてのクラスで違う場合は、二次に曲線になるので、二次判別分析と。この辺が回帰にない手法です。で、終わったと思うので見てみると、アキュラシーの順に並んでますね。正解率の順番。他にもいろんな尺度があります。一番良かったのが LightGBM という、マイクロソフトが作ったやつです。で、キャットブーストを入れると、多分ヤンデスクが作ったんで、これとどっこいぐらいになると思うんですけど、今はちょっと時間かかるので、除外してやってます。で、分類の場合の評価尺度、メトリックスをちょっと説明しようと思います。で、よく使われるのがアキュラシー、正解率です。で、スパムでないのを1、スパムのを0って今してましたから、こんな、混合行列と書けるんですね。で、これ日本語でやるとややこしいので、私英語の方が好きなんですけど、こっちに、正解、not spam, is spam というのを入れて、こっちに予測を入れて、それぞれが、予測、どっちでもいいんですけど、が1の時方をパシティブと言います。だから P と書いてますね。P。で、not spam が P から、この2個目がP となってます。で P で、
このパジティブのない方はネガティブというので、ここが NN になってます。スパムの方は NN になっている。で、合ってるのは、true をつけます。t をつけます。外れてるのは、false をつけます。で、合ってるのはこの対角線ですね。こことここが合ってるわけですね。not spam と言ったら not spam だった。だからここは true なんですね。true パジティブと言います。こっちは true ネガティブですね。外れてるのは、false をつけます。false ネガティブと false パジティブです。こうやるとそれぞれに何個入ってたのというのが、入れられるので、正解率というのは全部の数の中でこの合ってるやつ、対角線になってるやつの数だからこのように定義されます。こうやってやると、非常にわかりやすいので、以下ではこの TP、TN の公式で表すことにします。次の尺度は、AUC、エリアアンダーザカーブってやつなんですけど、これに行く前にこちらのリコールとかプレシジョンの方を説明したいと思います。でリコールは何かというと、さっきのこの混合行列を見てもらうとよくわかるんですけど、リコールというのは再現率と言われて、言葉でやると実際に正であるもののうち正であると予測されたものの割合。正というのはnot spamの方ですね。で、これ全部足すと TP 足す FN になってます。分母が TP 足す FN で、そのうち合ってるもの TP です。で、プレッションの方は正と予測したデータのうち、こっちですね。not spam と予測したデータのうち実際に正のものの数。すなわち TP 足す FP が分母に来て、TP が分子に来る。で、これがリコールとプレシジョンです。名前はどうでもいいんですけど、これ分のこれっていうのとこれ分のこれ。で、それを横軸と縦軸に取る。で、こっちはプレッションの方は1から引き算すると、両方とも最初0から始まって、後で図は見せますけど、最後は両方とも1に近づくような曲線になります。で、これを ROC と言います。で、それの下の面積が大きければ大きいほどいいと言われているので、それがこの AUC という評価尺度です。で、今言ったそのリコールとプレッションというのをうまくバランスさせるといいので、F ベータっていうのがあります。こんなややこしいんですけど、これ、ベータというパラメータを1にした場合の特殊形が F1 スコアで、これをパイカレットでは表示をしています。で、カッパーというのも出てまして、カッパーというのは、今はそのスパムとそうでないっていうのが、ほぼ半分半分ぐらい入っていたんですが、それが非常に偏っている場合がある。非均一データって言うんですけど、それでも大丈夫にするための工夫というので、このカッパとか、次にある MCC ですね。というのも、表示されています。このカッパというのはこれ、ギリシャ文字のこのカッパってやつなんですけど、さっきのその混合行列で、それぞれのその、なんていうのかな、元になっているその正解とか予測っていうのが、その数が偏ってるやつの場合に、それがランダムに発生したと仮定した時をベースにしたいっていうので、それで補正したやつです。で、偶然トゥルーパシティブになる確率というのは、さっきの混合行列でそれぞれランダムに発生すると仮定すると、こうやって計算されて、偶然トゥルーネガティブになる。偶然当たっちゃう確率っていうのをこういうふうに計算されます。ってことは、偶然正解になるのはその積なので、こう計算されて、それで、本当の値から引き算してあげる。というので、補正してあげたのがこのカッパーです。で、MCC って何かっていうと、こっちはもっと優れていて、非均一データでも大丈夫で、あと、マイナスだと対称性を持たないんですね。その、どっちをパジティブにするか、ネガティブにするかなんていうのは、どっちでもいいんですね。スパムの方をパジティブにしてもいいし、ネガティブにしてもいいんですけど、入れ替えると実は指標が変わってしまったりします。変わらないようにしたのがこの指標です。MCC と言われています。で、非均一の時はこちらを見た方がいいと思います。さっきの結果で一番良かったっていうのが LGBM で、そいつを使って可視化をしたいと思います。可視化の方法は回帰と同じでプロットモデルとします。
で、インタープレットモデルは回帰と同じなので省略しようと思います。で、回帰と違うような可視化だけ見ていきましょう。で、エリアンダーザカーブも見れます。あとは式位置、識別式位置というのを変えたときに評価したことがどう変わるかとか。で、リコールとプレッションの間の関係を見たとか、さっきの混合行列とか、他にもいろいろ出してくれてます。ちょっと見ていくとこんな感じですね。これがエリアンダーザカーブです。で、横軸にファルスパシティブレイト、縦軸にトゥルーパシティブレイトをやると0から上がっていって、この場合非常に合っているですね。で、この面積が大きければ大きいほど、いいと言われてますから、この場合非常にいいというのが見て取れます。で次の、可視化は、一番良かった LGBM のクラシファイアを識別のどこに取るかというのを0から1まで変えていったときに、プレシジョンはだんだん上がっていって、リコールはこのグリーンですね、だんだん下がっていく。で、F1 ってそれを合わせたスコアなので、こんな風になっていて、この F1 が大体一番良くならないような識別、これを取ると、うまくバランスされた分類器になると考えられるので、こういう可視化があります。で、プレッションとリコールの関係、横軸、縦軸に取った時のカーブはこうなっています。で、混合行列というのは、ですね、それぞれのところに入る。ここが、合ってるやつですね。のがいくつあるのかというのを、ヒートマップ、色が濃いとかで表しています。これエラーバーで、プラス2個ありました。0と1。で、合ってる方、合ってるものと、1の時に1と判別したものはこんだけあると。0の時に0と判別したのはこんだけあるという、プロットが出てきます。で、クラスレポートってやると、いろんな尺度、プレシジョン、リコール、F1 で、それぞれ、ヒートマップでどのぐらい数値があったか。で、これ、みんな真っ赤になってますけど、どれもいい値ですというのが、この場合です。で、これ決定の境界です。で、スパムとそうでないの、それぞれのデータがどうやって分かれたの。かなりこの辺、飛び地があるので、ちょっと過剰適合してるのかなって気もしますけど、こういうのが出てきます。で、他にも、カリブレーションプロットというのがあります。カリブレーションというのは、この横軸に乗るのが一番いいんですけど、それぞれの、予測した、ものの、出ていく確率が、これにちゃんと載っていると、その0の時はちゃんと0って言って、1の時は1と言って一番いいんですけど、この場合非常によく載っていて、このカリブレーションのカーブというのが、うまくいっている予測だってことがわかります。で、これは、ディメンジョンってやると、いわゆるレーダープロットみたいにして、どの評価尺度、どのフィーチャーが効いていて、この0と1と分けたかっていうのが見て取れます。で、リフトカーブというのは、こう、サンプル数をだんだん、パーセンテージを0から1に増やしたときに、0の、サンプル数少ないときでも、こう、クラス1なんていうのは非常にうまく予測されていて、最後全部入れると同じになると。で、この比を取ったのが、逆ですね。こっちの比を取った。これがそのサンプル数を増やした時のゲイン値ってやつですね。ゲイン値。どのぐらいその当たってるか。で、この比率を取ったのがこれですね。リフトプロットです。で、今は日分類、0か1かの分類だったんですが、3値以上でもできるというのが、これで、有名なアイリスデータ。この場合3つですね。スペシーズというのが3種類あります。手順は全く同じです。ターゲットをスペシーズにして、イグノアフィーチャーというのは、これスペシーズとスペシーズ ID 両方入っています。でこの場合は文字列でいいので、スペシーズを採用して、このフィーチャーをイグノアします。じゃないとすぐ当たっちゃうので。で、全部数値データでいいですかというので、これで前処理をして、コンペアモデルスをします。で、この場合、キャットブーストを入れてしまったので、時間かかるかもしれないんですけど、こういうふうにいろいろ出てきます。で、可視化もいろいろできるんですけど、実際やってみると、よく当たると。外れてるのはこれだけですね。で、そうですね、バウンダリープロットも非常にきれいに取れる。アイレスデータって非常に簡単なので、どれが効いてるかっていうのも見て取れます。
実際にどの解法が一番良かったかというと、はい。この場合、驚くことに線形判別分析という、古典的な手法が一番良かったと出ています。はい。どれを使っても大差ないと思います。これ非常に簡単な問題なので。もう一つ、分類問題で、毒キノコの判定というのをしたいと思います。ターゲット列は、これですね、ターゲットっていうので、エディブルと、ポイズナス、すなわち毒か食べられるか。で、3つしかありません。毒キノコ判定はたくさん列がある非常に簡単な問題もあるんですけど、ここではシェイプとサーフェスとカラーで全部カテゴリカルです。で、この実験では、これですね、今まではターゲットを与えてセッション ID だけでした。このログエクスペリメントを true にします。実験結果を保存しておきたい。ログ越し取っておきたい。その名前をマッシュルーム1としましょう。で、プロットも一緒に取っておきたいというので、実験をしながらその結果を、自分で普通は保存をしたりするんですけど、それを自動的にやってくれる、いわゆる AutoML の機能がついています。で、とか、そのフローをね、ちゃんと取っといてくれる。で、後でそれを見れば、実験のそのやった結果がよく見えるというのが自動化されているわけです。で、データを入れて前処理をしましょう。で、全部カテゴリカルで OK です。はい。で、さっきと違うのは、このログエクスペリメントが true になっています。ここでは、cat ブーストは除いて nSelect という引数を5にしています。で、ベストのうちの5つを取ってきて、それをベスト5のところに保存をしておきましょう。で、この5つを使っていろいろ実験をしていくわけですね。で、今実験をしていて、今のところ1番はグラディエントブースト。で、非常にアキュラシーが、あんまり伸びないです。0.6993。これでもこのデータにしては非常にいい。で、最適な決定値とか作ると 0.7 ちょっとになるんですけど、順番はこのグラディエントブースト、ライト、グラディエントブースト、デシジョントリー、エクストラトリー。トリー系が非常にいいみたいで、ベスト5を、保存してます。で、このそれぞれの5つ、一番良かったやつをパラメータをチューニングしていきます。このベスト5というところに、良かった5つのモデルが入っているわけですから、そこから一個一個持ってきて、チューンモデルスというこの関数を呼びます。チューンモデルスをすると、それぞれの、このモデルの、パラメータをいい感じにチューニングしてくれます。チューニング終わったものをチューンドに取っておくことにしましょう。で、今は1個目ですね、終わって次のデシジョントリーをやってます。で、チューニングするとアキュラシーは少しは良くなるはずです。で、今、2つ目、3つ目、エクストラトリーがありました。エクストラグレジエントブースティングもやってます。で、ちなみにこれは並列化もしてくれていて、このマシン16コアあるんですけど、16コアフルに使って、実験をしてくれています。はい。これでチューニングが終わりました。それぞれのもののアキュラシーが良くなったというのが、その実験のローのところに保存されているはずです。で、次の実験は、今チューンしたものを使って、いわゆる、バギングという、アンサンブル法を使います。適用します。そのためにはアンサンブルモデルという関数を呼んで、それぞれのチューンされたモデルを入れて、そのリストを作って、それをバックドに入れます。で、バギングというのは、いわゆるそのブートストラップといって、繰り返しを、許してサンプリングをする。ブートストラップをして、その中で、アグレゲーティングといって多数決を取ることによって、より安定した、より分散の少ない、よりオーバーフィットしないというモデルを、作ります。で、今それ作っている最中で、それぞれに対してですね、ベスト5をチューンして、それぞれに対して、それぞれのモデルを使った、バギングモデルというのを作っているですね。例えば、そのエクストラトリークラシファイアがあったら、そのエクストラトリークラシファイアのチューンされたものを、そのサンプリングをして複数のものをいっぱい作って、それらの、多数決100個ぐらいある中で、一番いいよ、一番これが合ってるよって言ったのを採用する。というと、より安定した結果が得られるでしょうっていうのが、この
バギングです。で、もう一つその弱学習器というのがあって、弱いのを使ってそれを順番にやっていくという、いわゆるブースティング法というのもあります。それも同じです。このアンサンブルモデルをして、後ろに、ブースティングという、引数を入れると、ブースティングも作ってくれるんですけど、今の場合、もう全部チューンされてしまったので、すでに弱学習器ではなくなっているので、ここではそのアンサンブル法を使って、バギングを使って新しいのを作りました。これがバッグドに入っています。で、次に作るのが、このチューンされたモデル5つありました。それを使って、それを合わせることによって、だから、バギングではなくて、その5つのモデルをブレンドする。でこれはブレンドモデルスというのがあって、これを使うと、今、ベスト5でそれぞれ違う性質を持っているものを合わせてくれるわけです。で、これで、いろんな解放、いろんな実験をしました。それを見るのが、この MLflowUI というのを、これビックルマークついているのは実はコマンドで打ちます。ここから打つとコマンドで、このコマンドを打っているのと同じで、で、ここに、これローカルホストですね。ローカルホストの5000番に、こういうのが出てきます。ちょっとちっちゃいんですが、で、今作ったのはこれですね。マッシュルーム1というのを作りました。で、これを見ると、いろいろな実験ですね。の結果というのがまとめられています。例えば、これはエクストリームグラジュエットブースティングを使った時の実験結果で、これがその AUC カーブ、図も出すようにした。これがコンフュージョンメイトリックスとか。で、こういう結果が、全部まとめて、保存されています。それぞれに対するアキュラシーとか F1 スコアとかっていうのを見て取れます。で、実験結果を自分でまとめなくても、こういう、なんて言うんでしょうね。ノートブックを作ってくれて、で、これをまた保存したりすることもできます。こういう便利な機能がついています。で、止めましょう。で、練習問題がいくつかあるので、同じ手順でできますので、やってみてください。で、この辺のやつを使うと、いわゆるそのカグルのコンペティションとかでも簡単に上位に行けるように、最後にクラスタリングについて簡単に説明したいと思います。で、使うのはワインのデータセットです。で、ここではターゲットがなくて、すべて数値で入っているデータで、これに対していわゆる教師なし学習をしたいと。で、代表的なクラスタリングをしたいと思います。で、クリエイトモデルで個別にモデルを作る必要があります。評価尺度がないので、全部試して比べるっていうよりは、一個一個作っていくといった感じです。で、ここでは K-means を使うんですけど、他にもたくさんあります。この部分を変えるだけで、他のモデルも作れます。すべてサイキットラインに入っているものです。これ作るだけで評価尺度が返ってきます。で、それ、もう、だからこれで、クラスター、どのクラスターに含まれるのというのが自動的に計算されて入ってきています。でクラスターの数も適当に決められているはずです。この場合4つかなんかに分かれているはずです。でそれを元のデータフレームに書き込むのがこのアサインモデルという関数です。で、一応評価尺度もあります。クラスターがどれだけいいのか。で、後で可視化もしますけど、これがシルエット値です。定義は、クラスターの平均距離と最も近いベストのクラスターとの平均距離に対してこういうやつです。こうやって計算すればいい。で、これが大きいといい。1に近いといいというしたことです。で、分散で計算したのがこの2番目のやつです。これは大きいほどいい。で、次の尺度は、類似度の比の平均で、これは小さいほどいい。これ見てもよくわからないんですけど、複数のモデルでやったりして、比較するときはこれを使えばいいと思うし、クラスタリングの場合は、可視化してみた方がいいと思います。で、残りの3つのやつは、正解値が入ってないと計算できないやつです。正解とどのぐらい違うのというのを、正解を入れれば出してくれるものです。この場合はだから入れてないので全部ゼロになってます。
他の、やつもこうやって作って、それぞれ評価尺度が計算されます。たまにバグってて出てこないのもありますけど、この値が大きいものっていうのは、やはりさっきの K-means っていうのは、この中ではマシな方だってことがわかります。で、可視化です。基本はプロットモデルで同じです。で、同じなんですけど、たまに、ですね、いくつかのものがプロットリーを使ってます。で、今、JupyterLab 使っているので、プロットリーそのままでは出せません。普通はオフラインプロットって使うんですけど、プロットリーを JupyterLab で出す場合は。で、ただしこれ関数の中なので、そこをいじるのめんどくさいので、こうやってやります。例えば、普通のデフォルトの、クラスターを主成分分析でやって2次元で表示した図は、プロットリーで出てきます。でさっきのモデルの K-means というのを入れて、プロットモデルすると何も表示されません。で Save True ってやると、保存されます。で、今、この、PCA-plot2D-HTML というファイルができたと言っています。それを、見れば、これかな。で、Trust.html ってやると、これがそのプロットリーで書かれた図です。で、クラスターは4つできて、それぞれが、プロットリーなので、こういうふうに、拡大とかもできるというので、2つの主成分で、いわゆる多次元のものを2次元に遮蔽してくれている。というのが、この PCA プロットです。これがデフォルトです。で、3次元にしてくれるのが、この tsni ってやつです。tsni っていうのも、次元削減のための有名な手法で、この場合3次元にしたのを出すときは tsni を使ってます。これも保存しておいて、tsni を3次元で見ると、で、Trust.html ってやると、このように3次元プロットで、ぐるぐる見て取れる。で、これがいいか悪いかは難しいんで、一応ちゃんと、3次元の図でうまい具合にクラスタリングされていることが見て取れます。で、今その分割の数、クラスターの数というのは4になりました。なんで4なのっていうのを見るのがこのエルボープロットってやつです。エルボーっていうのは人間の肘ですね。この肘なんで、肘が曲がったところ、本当はもっとこっちだと思うんだけど、4で急激に曲がっているので4ぐらいにしましたという理由付けになっています。はい。で、いわゆるその評価値、距離が減ってきて、この辺でガグンとなっているので4にしましたということです。でこれがシルエットプロットといって、クラスター内とクラスター、一番近いクラスター間の距離の、比を見ている。引いたものと、大きい方か。で割ったもの。さっきちょっと尺度がありました。シルエット値をプロットしたものです。で、これが1に近いほどいい。1に近いと、ちゃんとクラスタリングされていると。で、この場合は、0.5 よりも大きいし、この値が大きいので、いい感じで分かれている。それぞれのデータごとに、クラスター0、1、2、3ともに、うまい具合に、近所のクラスターからは分かれているということが見て取れます。で、次がディスタンスというのをやると、距離プロット。これ0こっちですね。0、1、2、3。これやっぱり主成分分析で2次元にプロットしてあげるので、かなりいい加減なんですけど、いい感じで分かれているというのが見て取れます。で、最後にディストリビューションというのがあって、ディストリビューションプロットというのは、これただの分布ですね。それぞれのところにどのぐらいの数が入っているか。0は少ないねとか、1のクラスターが多いねとか。クラスターに入っている点の個数を均等化したい場合があるので、こういうプロットも一応ついています。問題は1問だけなんですけど、クラスタリングも気軽にできるのでやってみてください。以上で PyCarrot の使用法の説明を終わりにしたいと思います。